年もこの季節がやってまいりました。マイクラショー。今年はどんな素晴らしい物語を見せてくれるのでしょうか。実況はもちろん私、いいよが務めさせていただきます。そして今回、解説にお招きしているのは、現役時代、欧州のベネツィアと名を轟かせた山本にお越しいただいております。今日はよろしくお願いいたします、山本。早速なのですが、ちょっと私お恥ずかしながらですね、こういった実況は初めてなのですが、これは馬同士が走って競い合うという認識と合っているのでしょうか。山本もご存知ない。では、ノリでやっていきましょう。そして、ここで出走10分前のアナウンスが流れました。では、今回のヒーローたちをご紹介していきましょう。まずは第1レーン。推薦のことから現れたスーパールーキー、浅井インパクト。直近のレースでは、総なめにしているスーパールーキーとのことですが、今回も新時代の走りを見せてくれるのでしょうか。続いて第2レーンには皆さんご存知、絶対王者、深井インパクト。試合前投票ではぶっちぎりの1位を獲得しております。今回も王者の王者たるゆえんを見せてくれるのでしょうか。そして、第3レーンには、初出場でしょうか、普通インパクト。全く実力は未知数なんですが、大盤クラスのダークホースとなるのでしょうか。今情報が入ってきましたところ、こちらの普通インパクト、なんと、外にいた野生の馬だそうです。驚きですね。それでは、いよいよ出走開始です。山本も興奮冷めやらぬといった様子ですね。全裸になってしまいました。それでは出走開始ですね。出走まで5秒前。5、4、3、2、ここで出走開始。全部一斉にスタート。先頭に踊れたのはスーパールーキー。皆さんはじめまして。いいよと申します。今回ですね、初めて YouTube というものに、動画の撮影、投稿というものをしてみようかなと思ってですね、撮影を始めたんですけども、今回自分はですね、マインクラフトという、ゲーム、皆さんご存知で、動画とかもいっぱい、いろんな方が上げてると思うんですけどもね、今回自分もこのマインクラフトというゲームですね、結構長いこと好きで、特に建築なんか結構好きで、長いことやってるんですけど、その大したものを作ってきたわけじゃないんですけど、今回それを作ったものをせっかくだから動画作ってみたいなと思って、動画を作成しております。投稿してようと思っておりますね。でですね、そうだ。建築が今回メインということですね。マインクラフトのバージョンは現状5.18.2。ちょっとこの後都合でまたちょっとバージョンが上下してしまうんですけどもですね。こんな感じで。今ちょっと遠くに作っているものが見えてるんですけどもですね。これまでに作ってきた、ほんとちっちゃい町なんですけども、簡単に紹介させていただいてから、今回の初めての建築に移りたいなと思います。それでは、現状作ってある町なんですね。ちょっと簡単な紹介をしていきたいと思います。では皆さん、何も浮かばなかった。どうぞ。
はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。かけた時間の割にはあんまり本当にちっちゃい街というか、全然自分のアクセススピードがあんま速くないもんで、正直今回動画を撮るのも不安というか、ちょっと大丈夫かなって、本当に仕上げられるかなってちょっと心配ではあるんですけどもですね。まあ、こういった自分自身何度もこうちっちゃい街を作ってはネタが吹き飛んでみたいなことを繰り返してきたんですけども、自分自身のこのなんか好みとしてこういったなんか入んだごちゃごちゃしてね、こうなんていうんだろう、こう上下感のある奥行きのある街がいいなっていうことで、こういうなんかスタイルに今落ち着いてるんですけど、まあ、スタイルってそんな立派なもんじゃないんですけど、ちっちゃいものを組み合わせて、なんていうか全体的な構造で組み合わせて作っていくのがいいなと思ってやっておりますね。ブロックが置き換わっちゃってる。まあまあいいか。なんだっけな。それではですね、まあ突然こんな出来上がったそれなりのなんか街を見せられてもよくわかんないと思いますので、ちょっとこれまでの過程、まあ写真、静止画になっちゃうんですけど、ちょっと見ていっていただければなと思います。それではどうぞ。これが一番最初の状態ですね。もうちょっと引きの絵で撮ればね、ちょっと全体的に分かりやすいかなと思うんですけど、ちょっとそこまでの脳みそがありませんでした。すいません。まあでもですね、そうだな。左下のちょっと見づらいんですけど、滝みたいのがあると思うんですけど、こちらとかね、まあ今の現在の状態とどこがリンクしてるのか分かりやすいのかなと思いますね。見ていただくと。まあそうですね。なんでここにしたのかって言われると、まあ、だいぶ前のことでからあんま覚えてないですけど、まあ、山の、なんですかね、なだらかな山と、まあ、引きの手前に谷とかが、ね、あって、地形にちょっと緩急がすごいあって、街にするなら、まあ、この辺かなっていう感じですかね。選んだ理由としては。次に行きますね。次がこちらですね。まあ、ちょっとおいおいおいって感じだと思うんですけど、申し訳ない。この右側の部分はもうなんか、作ってしまって、ビフォーアフターを取り忘れてしまったという状態なんですけど、左側の部分はね、これから作ろうとして、この、普段使わないこの、なんですかね、わかりやすいブロックで、なんて言うんだろう、大体こんな感じかなって見当をつけて、なんか、作っていくんですけど、これが、その、ビフォーの画像ですね。このくぼ地がすごい難しいなと思って、急勾配になってる、なんていうんですかね、こういう崖に囲まれたくぼ地みたいなのは難しいなっていうところですよね。続いてこちらですね。さっきのビフォーの場所はちょっと奥の方に隠れてしまった柱の奥にあるんですけどもね。あと、1枚目に行った滝、この辺りが参考になるみたいな滝も手前に流れてますね。はい。はい。そしてこちらが最後になるんですけどね。ちょっと飛ばしすぎてわかんないよって感じかもしれないんですけど、これからはちょっと過程とかもね、こまめに取っていければなと思います。そんな感じですね。以上になります。それと、言い忘れちゃったんですけどね。まあ、見たらわかると思うんですけどね。モッドとしてですね、影モッド、を導入してますね。まあ、ちょっとずるいんじゃないのって、ずるいっていうのも変な話かと思いますけど、まあ、ちょっと、できるだけ見た目はあれだな、いい方がいいななんて思って導入しておりますね。結構重くて、なんか、不具合かなんかで、さらになんか、解像度みたいなのを上げると、ちょっとバグっちゃうんでね、この辺を。今は、バグらないように、頑張っております。あと、テクスチャですね。テクスチャも、バニラの方ではなくてですね、有志の方が作ってくださってる、水のクラフトさんっていうね、ありがたいですね。1.18.2 まで、カバーしてくれた作者さんがいらっしゃいまして、そちらのちょっとテクスチャも気に入っておりましてですね、お借りしております。細かい詳しいことはですね、概要欄の方貼っておきますので、よろしくお願いします。はい。ではどうぞ。はい。ということでね、建築の方、始めていきたいと思うんですけれども、自分はいつもこう、隣接しているエリアをどんどん開拓していってるんですけどもですね、今回どこに作っていこうかなとどこに作っていくかな。まあ大体決めていたんですけど、この辺ですね。今回この辺の方をちょっといじくっていこうかなと思います。真ん中に谷があるってね、これがちょっと邪魔なんですよね。
となで自分の建築スタイルとしてですね、できるだけ地形を生かした建築をするのが好きで、せっかくあるやつをフルフラットにするのはちょっとあんまり好きじゃないんですよね。そんなこんなで、じゃあですね、この辺ですね、いじっていこうかなと思うんですけど、自分の建築スタイルとして、これもまたあれなんですけど、いつも大体頭の中で構成考えて、当たりっていうか、なんつったらここに大体こんな風にするみたいな、枠組みだったりとか、そういうのを作っていってるんで、とりあえず考えながら作っていきたいと思います。そんじゃまたしてもカットで。じゃあね。はい、ということでね、建築過程の方なんですけども、とりあえずこんな風に自分はいつも当たりをつけてからだいたい街の構成っていうか作りをあらかた考えてからどんどん本格的な建築に移るんですけども、こんな風に使わないブロックとか使って目立つような感じでどこに何を置くとかあらかた考えて当たりつけますね。正直これ見ただけじゃ何のこっちゃって感じだと思うんですけど、正直自分の中ではまだ細部までは頭の中ないので、その辺は作りながら臨機応変に考えているような感じですね。正直前回のカットからここまで結構時間かかってます。この段階が一番時間かかりますね。考える時間が本当に進まない時はずっと進まない時もありますね。そんな感じでまたちょいちょい進めて、お見せしていきたいなと思います。それじゃカットで、皆さんお待たせしました。完成したということですね。動画内ではバッサリカットしてもこのカットに映ってると思うんですけど、恐ろしいほどの時間が経過しております。進まなかったというよりは、やらなかったという方が適切なんですけども、本当に自分の作業スピードが恐ろしいですね。あともう一点謝らないといけないということがあります。やると言ってさっきのカットで進めていた場所ですね。結局何のアイディアも出ずに結局別の場所が完成してしまいました。ごめんなさい、いつものことですね。ちゃんと言い訳はいっぱいあるんですよね。言い訳あるんでね、ちょっとこれから言い訳をしていきたいと思います。あだこうだ言ってもしょうがないんでね、できたもの見てってもらえればなと思います。じゃあ、どうぞ。いかがでしたかね。そうですね。自分的には、そうですね。なかなかこういう地形を触るのは初めてだったんで、ちょっとどうしようかなって考えて、っていうか、そうですよね。最初はここやるって言ってたけど、本当にこの建物をですね、ハリボテ何にしようかなと思って最初これ建てて、これを建てた後でもう完全にアイデアが尽きてしまって、ダメだと思って、こっちの奥のこっちに谷ゾーンを手掛けたんですよね。そんでもって、結構時間かかってんでですね、これ数ヶ月ぐらい多分かかってんのかな。前回のカットから。恐ろしいですよね。アイデアが出ないと本当に何も進まなくなってしまってですね。かけた時間の割に、これポッチかな、これポッチかってちょっと残念なところもあるんですけど、それもしょうがないというか、楽しんでやろうかなっていうのはね、第一モットーなんでね。なかなか、こういうとこ難しいですよね。こういう地形のどこまで、人工的な表現にごめんなさい、酔っちゃいますね。ちょっと思いますね。
そういう人工的な、なんて言うんだろう、造作っていうんですかね、壁とか。ちょっとラグいです。ごめんなさい。ちょっと読んじゃいますね。どの辺まで手をつけるかってのは難しいですよね。全部やろうとしたら、まあ全部やるんでしょうけど、それはそれでなんかまだ、すごい労力ですし、なんかそれは違和感がありますもんね。この下の、ここに結構お気に入りなんですけどね、この水路。この辺なんかは結構、自然のまま残しておきますね。こうなんか後でこう、ボートとかでね、まあ、さっきのカットでもあったと思うんですけど、紹介の。すごいなんかいいですよね、ここ。結構気に入ってるんですよね、この下。ちょっと、この張り出した根はちょっと違和感がありますけどまあこれはこれでいいかと思って。もう、提灯みたいなやつのアイデアがなかなか出なくて、結局隣のあっちからかっぱらってきちゃったんですけど、他にもうちょっとなんかセンスというかアイデアが欲しいですね。こんな感じですよね。あ、本当に。もうちょっと速いスピードペースで大きくしていきたいなと思ってんですけどね。なかなか進まなくて。まあネガティブなことばかりじゃなくて、まあやっぱりできてみると楽しいですよね。なんかこんなに広がったんだっていう。やっとなんか英語系みたいな感じになってきましたもんね。街が作る前と後では。まあそんな感じで。ごめんなさいね。酔っちゃいますよね、これ。自分は厳しいですね。影もっと入れると動作が重くなっちゃって、あんまりいいパソコンスペックじゃなくてですね。はい。まあ、次やるんだったらもう、そこですよね。まあ、奥の、今回やったところを作りながら、次が、この辺がどうなるかなっていう想像はなんとなく、皆さんもなんとなく見えたのかな。大体の構造は考えて、少しアイデアが進んだって感じですよね。まあ、次回はここなのかな、触るとしたら。こんな感じですかね。まあ、この後もですね、ぼちぼち進めていければなと思っております。まあ、見てやってもいいよって人はね、なんか、引き続きね、なんかこう、お見守りいただければありがたいなと思います。では、これでパート1は初めての動画なんですけども、以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。えーっとはい。では、次回にご期待。次回の自分も、私も次回の自分に期待しております。ではでは、ありがとうございました。失礼します。